今回はですね、様々なジャンルの女性芸能人4名によるポーカーバトルです。一緒に解説してくれるのが、現役東大生でアジア最大のポーカー大会 APT での優勝経験もあります。後藤光さんです。よろしくお願いします。この4名の中で勝ち上がった1位の人と後藤さんとヘッズアップバトルを行っていただきます。なるほど。見事勝利すると賞金15万円です。なるほど。僕はじゃあ完全に悪役ということで。はい、始まりました。一番最初がですね、はい100、200のアンティがなしですね。結構やっぱそうですね。序盤に相手の情報をいろいろ集めていくっていうのは大事だと思うんですけど、お、1ハンド目今1ハンド目なんかすごいのが見えたんですけど、今やってましたね。これいきなりぶつかりそうじゃないですか。ぶつかりそうな。これ今小宮山さんがクイーンズですね。はい。はい。クリスさんが AC ですね。今もかなりいい手が。良かったですね。で、はい、スタートがですね、篠崎さんがフォールドして、今中川さんのボタンのアクションで、キングナイフにフロップ開かれましたね。はい。チェック、チェック、チェック。ターンが5ですね。8435で、現状クイーンズそうですね。小宮さん。有利な状況ですが、はい。ここでベットをしていくと。フロップチェックで回ってベットですね。はい。で、クリスさん、中川さんはこれエースジャック。2人ともホールドと。いいですね。はい。1ハンド目はもう順当に小宮山さんが取っていくと。これね、ターンのエースジャックもちょっと2が来ればストレート完成するんで悩ましいところなんですけども。そうですね。ちゃんと多分勝率に合わないなということで、クリスさんは冷静に降りる判断をしたんだと思います。はい、続いて2ハンド目ですけども、これ強いのがこれもなかなか参加したい感じで、篠崎さんの PB ですかね、今、ビッグブラインドですね。はい、カットオフからコールが入りましたね。はい、中川さんのコールが入っておりますと。キングジャックでコールして、積極的ですね。篠崎さんがエース8。レイズしていくと、これいいですね。はい、確かにコールしてる判断にはちょっとこうエース1枚で勝ってるようにも見たんですかね。純粋にエース1枚やって、そうですね。コールがちょっと弱気なアクションということで積極的にレイズしたんだと思うんですけども、実際クリスさんを1人下ろすことができますね。ヘッズアップで、これはお高いワンペアですね。いると、キングもヒットしてますね。フラッシュドローの発展は現状キングジャックはないですね。どちらもフラッシュはあまり気にしなくていいかなという。エース8ですね。篠崎さんがベットしてポット取りました。はい。ここ中川さんは冷静に降りていったと。そうですね。はい。もうちょっと明るくやりたいですね。雰囲気がそうです。真剣勝負ですね。結構ガチガチな感じですね。そして次が今回は誰もハイカードを持ってないですね。はい。アクションが小宮山さんからになりますね。はい。そうですね。中川さんがビッグブラインド。はい。お二人ホールドされて、篠崎さんがレイズで。すごいですね。スモールブラインドが6、7でかぶせに行きましたね。いいですね。かなり積極的。結構低い2枚ではあるんですけど、つながっていて同じということで。ちょっと投機的でね、大きな手を作れるかもしれないですね。そうですね。で、3人でフロップ進みました。はい。ボードが5キングジャックで、誰もこれ現状はワンペアはないですかね。そうですね。ヒットもないので、チェックで終わりました。はい。で、5がペアになったんですけども、そんなにどなたも発展はない。すごい。ブラフ試みていますかね。このフロップとターンのチェックを見て、今チップを持ってベットするかどうかってところですね。そうですね。弱気に突き込んでのベット。そうですね。2回チェック入っているので、はい。完全にブラフだと思うんですけども、ここでいくんでしょうか。ベット入りましたね。これはナイスですね。いや、うまいですね。小宮山さん、今年まだポーカー始められたばっかなんですけど、ポーカーってブラフの方が難しいんですよね。そうですね。初心者の方ってどうしても強い手持ってる時だけベットするみたいになりがちですけども。だから全然わかんないですね。表情も変わらず。はい。中川美優さんはAPPT でフィリピンのトーナメントにもAPPT 参加されてましたね。はい。でクリスさんもね APT っていうですよね。
海外大会に参加されてたりして、いいハンドが入りましたね。そうですね6が小宮山さん見ましたね。はい。で BB のコールド小宮山さんですね。コールそしてクルさんが参加されてますね。はい。そしてヘッズアップですね。9点のオフですね。はい。4点オフ。ここでクリスさんに、はい。クルさんが現状ワンペアではいストレートのドローがありますね。そうですね。はいジャックが落ちればストレート。 400。ということで現状かなりクリスさんが有利そうなボードでしょうか。ベッドで入りましたね。はいフロップでベッド。ベッドして小宮山さんかなり苦しいかここは。66で3枚オーバーカードが出てるっていう状態ですね。そうですね。ここからこの後もベッドされたりすることを考えると結構ブラフには勝ってるかもしれないんですけども、そうですねストレートとかハイカードにも、そうですね。あ、レイズでしてあはい、フロップ66でチェックレイズが入りました。すごペアったのはお互い悪くないですね。これはそうですね。い。チェック。チェ今ック。クルさんが続けて、はそうですね。続けてます。はい今少しっていう感じですかね。まあとちょっと嫌なカードが落ちましたねジャックが落ちました。これで9-1枚でストレートなんで、そうですね。クルスさんがストレートの強い役やりましたね。そうですね。はいそして小宮山さんはかなりここは苦しいですはいね。ここの、ターンチェック入ってるんですよね。ここで小宮山さんはブラフするっていう選択肢もありますよね。もうこれベットするとしたら9持ってないだろっていうブラフもありますけど、していきましたね。 500ベッタコール。 500にコールでショーダウンになります。小宮山さんがショーダウンで66ですね。はい、ストレート。はい。リバーでストレートです。すみません、全然覚えてなかったです。適当すぎ。これもね、小宮山さん結構積極的な66も今どっちかというとブラフに変えたよりような、そうですはいね。ただどちらかというと多分下ろしたい寄りですかね。そうですね、フロップワンコール入っててブロック、はそうですね。アクションは篠崎さんからになりますね。お、これまた結構いいの皆さん結構いい入って感じ出てますね。篠崎さん、中川さん、皆さん。コール。コール。レイズ。出ました。イーズステート。お、積極的。いいですね。逆から。コール。コールは弱気あらず。ただ、お二人もコールして。降ります。コールします。コールに対してかぶせていく。お、チェックします。ただチェック。これしましたが、これまたこれちょっとぶつかりねそうですね。キッカー弱めで1回チェックで入りましたね。3人プレイヤーで慎重に。はいホットコントロールですね。そうですね。はい。 500。そして、コネクトしてるですね。3.98。そうですね。 500。コール。そうですね。皆さん。お、3人でリ何かしらバーまでですね。うわー、うわ、8引きましたね。これは。 7が落ちて、はい。 7セカンドナッツですね。これはねそうですね。はい。ジャッククイーン以外には中川さん。はい。で、チェックを見て。コールします。ここは中コールですよ。村さんがベッド。点ヒットしてるのでコールということですが、ジャック持ちのねおーストレート観はい戦ということで、すごいです。ちょっと増えましたね。僕これまでポーカーの解説かなりやってきたんですけど、はいはいはい。今までの傾向としてブラフをうまく使ってる人がいつも上位に食い込んでるイメージなんですよね。そうかもしれないですね。わあ、またおっと、これはぶつかりそうですよ。そうですね。いや篠崎さんがかなりいい手入りましたね、綺麗にこれ。はいぶつかっておりますがエースジャックのハートハートですよ。先手。いや、これもね、篠崎さんいてもうレイズするか迷うぐらい。コール。さあ、コールで入りました。ボタンがコール。これエース出たら結構やばいかも。さうん。あ、ヘッズアップですね。そうですね。さあ、プロップどうなんでしょうか。エースは落ちですね。 400 3、クイーン、5ですね。そうですね。はい。あ、エース入り積極的にベッドですね。続けてベットしていくと。フロップでかなり安めにですね。ポットが3000かな。コール。はい。あ、コールしていきましたはいね。。エース戦ででエースジャックも発展性はあります。うわおっと、ナイスコールになりましたね、これはね。ただクリスさんもね、結構下ろせる可能性もありますかね。先手。そうですね、ありますねキングで弾けるって悪くないですよね。ただね、サイズとしては安めですね。そうですね、3800に1000のベッドですね。コール。コールしていきますね。
でこれで最後何が落ちていくか。ラグですね。まあ、はいあまり関係ないカードですけど、一応ローカード緑のねこれなんかでこうしてたらチェックで勝負になりました。勝ってます。勝ってるのか。これ2人ともすごいいいプレーですね。そうですね、うんちゃんとエース10こうエース10フロップで何もないのにはいゴールしていくと、篠崎さん素晴らしいゴールだったと思います。フロップ難しい。はいアイテムカード使います。無茶ぶりミッション、この、チャレンジ成功すれば、有利なアイテムカードを引くことできますので、それでは、小宮さん好きなものをお選びください。これだ。さあ何でしょうか。これは何を引くんでしょうわ、センブリ茶。で、私が一番向いてないやつだ絶対。どうしよノーリアクションセンブリ茶ですね。はい苦いセンブリ茶を表情を変えずに飲み切ればクリアとなります。いやこれめちゃくちゃ苦いですよ。う。苦いですよね、はい僕も一回飲んだことあるんですけど、はい、それでは、ノーリアクションセンブリ茶お願いします。いただきます。一気にいきましたね。うわー全然変わってないんじゃないですか。お全然変わってないですね。こんなの美味しそうにはい、これはですね、ノーリアクションセンブリ茶、小宮山さん成功です。成功すごい。それでは好きなものをお選びください。これだ。これ重要ですよ。かなり重要ですよ。ここは。これです。さあ、 3連続ボタンでこれは3連続ボタンですね。はい。ボタン。 3連続ボタンのポジションで参加することができます。はい 2D プラスアンティは3回連続そうですね。払うことになります。 602つが3回来ると。あ、私？最悪。ね、やばい、先輩が怒ってます、ねえ、本気で。小山許すまじ。ねえ、ごめんなさい。ポーカーってボタンが一番有利なんですよ。はいやっぱり一番最後にアクションできるっていうのがすごくそうですね有利で、その強い反動の時にポットを膨らますことできますし、その隙を見てね、やだーあとブラフすることもできます。しかもかなり小宮山さんブラフがお上はい手ということで、さあ、おっと、小宮山さん、ここ漢字の反動3、4オフですね。かなりちょっとさすがに弱いか。しかしいくか。ただボタンのね、はい利を生かして何点参加というのもありかと思います。 600点。さあ、チップを手に取ってますね。そうですねはい。クリスさんがフォールドして、篠崎さんがチェックでチェックでもありますね。フロップにしてますね。はい。でも3、4は全然勝率ありますね。はいお、ボードには、3枚ジャック9と。はい、ハイカードが出てますね。はい。まあ3、4はかなりもうあれですね、ブラフに変える。ここで篠崎さんが、はい。ベッドですお、ベねット。してきました。はい9のワンペアプラス、10が落ちるとね、はいストレートとしたということで1000のベッドに対して、小宮山さんがフォールドですね。先輩の守れたと意地ですね。先輩の意地を見せつけております。やだ。小山許すまじ。さあ、そして再び小宮山さんボタンになりますね。2回目のボタンです。おっと、これは結構いいじゃないですか。そうですね、全員参加。はい。さあ、中川さんが、600です。そうですね。せっかくボタンなのにそして全然いいカード来ない。チェック。篠崎さんが、55でビッグバリューです。さあ、ボードには、これはお互い悪くはないですね。そうですね。はい。チェック。これ3枚ダイヤですかね。エースのダイヤを押さえてますね。なんですごはい。く強い。ストレートプラス、フラッシュのドローがあります。で、55も悪くないですよね。現状あっと、これは一番強いフラッシュが完成しましたね。そうですね、かなりはい、これは難しいですよ。これ。使ってもおかしくないです。はい。 1200。あっとチップを手に取って、中中川さんがベッドですね。はい。そうですね、篠崎さんもね。そして、コールですね。ははいい。フラッシュ対決ですねフラッ。シュこれはめちゃくちゃぶつかりました。まあこれ中川さんもね。一応フルハウスには負けてるんですが、可能性としてはかなり低いですね。まあそうですね。もうここは3回連続でね、ベはいットしていきますね。はい、1500です。それを受けて結構ね、 500。篠崎さん苦しいところではありますが、お互いフラッシュを持っていて、そのハイカードになります。その場合はエースが一番強いので、エースダイヤを持っている中川さんの勝ちとなりました。はい。はい。やばい、今のでめっちゃついていかなきゃよかった。そしてここのねちょっと大きなポットを落とした後に、はい。まだ3回目のそうですねボタンと BB がまだ待っている BB が残ってると。はいでも今ね55で強かったですからね。はいそうですね。あ、小宮さんハンド入らなかったですね。そうですね。小宮さんも篠崎さんもちょっと微妙な感じで。ステンホールでさせるホボールですね。タン全く活用してない。 1200。1200。ごめんなさい、本当に。レイズで入ります。1200に対してフォールド。
ようやく悪夢から解放されたといった、やばい。はい。ミッションここで巻き返しを図っていくんでしょうか。やります。それでは好きなものをお選びください。はい。はい、お願いします。じゃん。お、さあ何でしょうか。ノーリアクションセンブリ茶です。すごい。後輩の小宮山さんは、はい無事クリアしましたけども、ね、先輩の意地を見せつけられるんでしょうか。頑張ります。それでは、無茶ぶりミッションお願いします。いただきます。ああ、一気にいきましたね。お、眉毛動いた。うん。判定厳しい。これはね変わってないですね。厳しいはい、ですねチャレンジ成功です。はい、それでは好きなものをお選びください。ボタンはもうなくなっていますが。せーの、じゃん。うわ、やったー。ずるい。堀内さんハンド。それが良かった。解説者の私が、使用した本人に代わって、本当に。最大10ハンドプレイします。はい、これじゃあ堀内さんが飛ぶ可能性もあるということですよね。責任重大ですね。はい。堀内さんのせいで篠崎さんが負けてしまう可能性もと。これそんななんて言われるか怖いですよ本当に。俺いますね。勝手にオールインでございます。待って。待って。怖い。なんか。これで。やばいです。こんなことあるんですか。番組のチャンネル登録まだの方はね、ぜひあと高評価の方もお願いします。お願いします。